こんばんは、はるけです。今回は10万以内センターバックの強さランキングになります。10万以内で買えるセンターバックの、おすすめの選手たちを紹介していければなというふうに思います。で、今回はですね、ベスト5で、紹介をしていきます。コミュニティの TOTS が始まりましたけど、この先の TOTS 期間でも、通用をする、選手たちになっているかなというふうに思うので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは、早速紹介をしていきます。まずは5位ですね。5位、ファンタジーフットのシュクリニアルですね。シュクリニアル。ファンタジーフットっていう風な、ことで、アップグレをね、されていくカードではあったんですけど、思った以上に、アップグレはされなかった、カードにはなりますね。期待したほどの、アップグレードは受けれなかったかなっていうふうに個人的には、感じます。ですけど、やっぱりこう10万以内っていう風なところでいくと、守備力に関しては、かなり高いですし、非常に、セリエっていう風なこともあるのか、安い、選手にはなってます。なかなかね、セリエスカットじゃないと、組み込むのは難しいかなという風にも、思うんですけど、それでも、非常にこう強い、センターバックの一人かなという風に感じます。でそして第4位ですね。第4位、TOTS のダニーロです。ダニーロ。本当にこう新選手として出てきた割にはですね、めちゃくちゃ安いという風に思いますね。値段的にも4万台でっていう風なところ、どうしてもね、やっぱりコミュニティの TOTS の中では、外れ枠という風なね、ことに多分なると思います。CF の報酬で当たった方も、多いと、思うんですけど、普通にこう全体のね、センターバックとしては、それなりに優秀で、10万以内っていう風な制限でいくと、非常にやっぱコスパの、選手にはなるかなという風に思いますね。本当こう安くて強いなっていう風に感じますし、フィジカルの部分だったりとか、そのごつさだったりとかがね、ある選手ではないので、もともとサイドバックの選手なんで、身長も184と、センターバックとして見れば、あんまりこうね、高くない、そういう風な選手になるので、どうしてもこう守備値があっても、なんかこう、そうですね、やっぱ貫通したりとか、球際で負けてしまったりとか、っていうのはどうしてもある。確かにやっぱ TOTS っていう風なことで他の能力も高くなっているので、やっぱりこう動かしやすさみたいな部分はあるんですけど、そこのこう守備のこう圧倒的な強さみたいなのは、やっぱどうしてもこう、ね、劣るかなっていう風には感じるんですけど、それでもやっぱり普通に、10万以内でこれだったら明らかに、なんならもっと絞れば5万以内、だったらめっちゃ強いなっていう風に、思うので、TOTS っていう風なカードにふさわしい、実力を見せてくれるかって言われると、ちょっとこう疑問符はつく、人もいるかもしれないですけど、10万以内でっていう風な、ところで考えると、この人は4位に入っても、おかしくないかなという風に、感じます。で、そして第3位ですね。第3位は、フットバースデー、フンメルスですね。フンメルス。個人的に、やはりこう強さっていうのは、かなりあって、ビルドアップもできる、そういうようなパス能力を持ちつつも逆足5ということで、守備力が、高い、選手でありながらも、そういうビルドアップでも、そうですね、こう、貢献してくれる、邪魔をしないという風な選手になってます。あとはね、スピードに関してはめちゃくちゃ速いっていう風なわけではないですけど、追いついてくれるっていう風な場面もあるっていう風な、形の選手になります。本当にめちゃくちゃコスパで、バーセの頃からね、結構注目はしてるような、選手にはなるんですけど、個人的には3位かなという風に感じます。普通にフンベルスはめっちゃいいです。めっちゃいい。でそして第2位。第2位は TOTS ヘールトライダですね。ヘールトライダ。ちょっとこう読み方が難しい、選手で、エールディビジョンの TOTS 選手ではあるんですけど、非常に、強さがある選手とか、速さがある選手ですね。ケミストリーが難しいので、もしかするとこの10万以内に収まってるのかもしれないんですけど、非常にやっぱり、いいですね。いいです。で、この選手は、サイドバックが大体ポジションではあるんですけど、
普通の金のカードはもともとサイドバックなんですよね。でこれちょっとダニーロとは違うのかなっていう風なところで TOTS のカードだけセンターバックの登録ポジションに変わってるという風な、ちょっと珍しい選手なんじゃないかなっていう風に思いますね。若干、リアクションが83と、ちょっとこう S の選手にしては低いかなっていう風には思うんですけど、それ以外は、マジでえぐいですね。普通にえぐい。で、ダニーロの場合は、ちょっとパス能力があまり高くなくて、サイドバックもできるけど、サイドバック起用はあんまりっていう風なことは、ちょっと話はしてたんですけど、このね、ヘールトライダーに関しては、サイドバック起用も全然、いいかなっていう風に感じます。ケミですね。本当にケミだけ。エールディビジで、オランダでっていう風なところで、なかなか、あとクラブもね、フェイエノールトっていうのはちょっと難しいので、そこで組み込むのはね、ちょっとこう難しかったりとか、エールディビジ同じね、TOTS で来た選手たちを、何名か入れないと、ちょっと難しいかなっていう風には思うんですけど、非常にコスパで、あとはね、空中戦、185センチっていう風な身長なんですけど、ジャンプがカンスト99あって、非常に空中戦のこう負けないっていう力はありますし、自分でも押し込むっていう風な、力を持ってるような、選手ですね。で、かつ守備に関してもですね、フィジカルも、90超えてて強いですし、普通にタックルの数値も95と、かなり高く、なってます。本当に5大リーグのセンターバックに、引けを取らない、そういう風なちょっとこうサブリーグの、センターバックの選手にはなってます。普通に、強くて、自分は2位かなという風に感じます。で、そして第1位ですね。第1位は TOTS のキム・ミンジェです。キム・ミンジェ。この選手はおそらく現状ですね、10万以内でいくと一番強い、センターバックになるかなという風に感じますね。この選手もケミかなという風には思うんですけど、一応セリエ A なので、セリエ A の、それこそ TOTS、おそらくね、多分1ヶ月後だと思うんですけど、が来ると、ちょっとこう値段上がるかもしれないねという風な、選手ですね。基本的に今でいくとやっぱりナポリで組むのがいいのかなっていう風に感じますね。もともとセリエの、スカートの方は、比較的組めるかなっていう風に思うんですけど、やっぱどうしてもね、他の、ラリーガとかリーグワンとかプレミアとかの選手を多く使っている方はなかなか入れるのは難しいという風に思います。非常にこの選手はね、今作かなり活躍をしていて、いろんな特殊も来てますし、その特殊が来るたびに、自分はかなりおすすめをしていた、選手にはなります。で、やっぱりね、でかいんですね。190センチあって、でさらにそういう風な選手が、本当88っていうペースもあるっていう、そこがやっぱり素晴らしいかなっていう風に、感じますね。ちょっとこう、セリエ A のファンダイクみたいな、感じで、でかくて、ごつくてっていう風なところ、あとフィジカル負けしない対人の力を持ってるっていう風な、ところで、ちょっとこれは10万以内は、安すぎるかなっていう風に、感じます。スカットに組み込むことが、できるならば、めちゃくちゃおすすめ、コスパでおすすめにはなるのかなという風に感じます。という感じで、これが10万以内のセンターバック、おすすめのランキング、強さランキングになります。また、他のポジション、やりたいなという風には思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。